こんにちは。6月24日です。今日は備える初心者が今すぐに始めるべき6つのことという内容をご紹介したいと思います。ご紹介するテーマは3つです。1つ目、効率よく無駄なく準備する。2つ目、最初にすべき6つのこと。そして3つ目がまとめになります。では早速内容に入ります。1つ目、効率よく無駄なく準備するためにということで、これからご紹介する手順だったり、ライフスタイルをね少し変更していただくっていうことは、備えるライフスタイルというのを効率よく、そしてねできる限り無駄なく準備するための良い方法になると思います。で、これらの準備を今日から実行していくことによってアクシデントなどに直面した時、少しでもね良い結果が得られるようになるはずです。今からご紹介する6つのステップは、その気があれば今日からすぐに始めることができて、1ヶ月前後でねきちんと成果が出てくるものばかりなので、ぜひトライしてみてください。では2つ目、最初にすべき6つのことということで、順番にご紹介していきたいと思います。その1、体力をつけるために運動・筋トレをする。若干ね運動不足の方、ちょっと耳が痛い話かもしれませんが、どのような状況にあっても生き延びるためには体力っていうのが必ず必要です。筋力、持久力、瞬発力はどんな高級なサバイバルグッズよりも優れています。負傷した人を運んだり、危険から逃れるために全力疾走したりできなければ、どんなに高級な装備を購入しても意味がありません。そしてこの筋力や持久力というのは購入することはできません。自分で何とかしないといけないので、筋トレっていうのは非常に大切なのです。一般的にはバックパックの大きさとして、成人男性で約40リットル、成人女性で約30リットル、乳幼児なんかがいる場合はその体重をマイナスした重さというふうに言われていて、ご自身の体重の 2-30% が持ち出し可能な荷物の総量です。しかし体力がなければその重さのバックパックさえも持ち運ぶことができないという可能性がありますし、無理に運んでしまうと怪我などにもつながってしまうので、やはりね日頃から体力をつけるために筋トレなどをする必要はありそうです。その2、ファーストエイドを学ぶ。ファーストエイドっていうのは、応急手当とか応急処置のことですね。自然災害や人災はもちろんのこと、事故による怪我の種類は数えきれないほどあります。お医者さんや救急隊を呼べばいいと思うかもしれませんが、大きな地震などで道が塞がれてしまっていた場合、救急車は来れませんし、お医者さんを呼ぶこともできません。インターネットがつながらない可能性もありますので、処置方法などを検索することもできません。頼りになるのはあなた自身の知識になります。基本的な応急処置や少しの外傷ケアの方法は身につけておくべきでしょう。心肺蘇生法やハイムリック法、ハイムリック法っていうのは、喉に何か詰まった時に後ろから抱きかかえて腹部を圧迫する方法のことなんですけれど、 YouTube で検索すると各消防庁さんなんかがハイムリック法のね動画を作ってくださっているので、そちらを参考にしてみてください。他には擦り傷、やけどの治療法、あるいは低体温症、熱中症、そしてアレルギーのショック症状であるアナフィラキシーへの対処法も知っておくべきです。またご自身やご家族に持病がある場合は、非常時の対応などをね検討しておく必要もありそうです。その3、避難計画を練る。バグアウトという言葉があるんですけれど、これは迫り来る災害の前、あるいは災害が起こった後、逃げたり避難したりすることを指します。この緊急避難は徒歩でも、可能であれば車でもできますが、必ず緊急避難セット、これアメリカではバグアウトバッグっていうんですけれど、これを持って避難します。で、避難するためには必ず避難場所というのを先に確保しておく必要があるんですけれども、日本だとね避難場所っていうのが市役所だったり学校だったりってあると思うんですけれども、それ以外にも例えば離れた場所に住んでいる友人だったり親戚の家などを確保しておくことをお勧めします。
で避難所での集団生活がちょっと苦手だという方もいると思うんですけれど、念のためにアウトドアグッズをある程度充実させておくことだったり、余裕がある方はねキャンピングカーなんかを検討するのもいいと思うんですが、あとは普通の車でもね車中泊が可能な程度に少しアレンジしておくだけでもかなりね安心できると思います。その4、 EDC キットの作成。EDC っていうのは Everyday Carry の略なんですね。でこれ外出するときに必ず持っていくそのアイテムとそれを持ち運ぶ行為そのものを全部指します。で、なんかかっこいい呼び方になってるんですけれど、要するに日本でいうところの防災ポーチですね。でこの防災ポーチに入れるものっていうのは個人によって差があると思います。病気を持っている方は薬が必要だと思いますし、小さいお子さんがいる場合であれば、絆創膏とかね怪我することも考えた内容になってくると思うんですけれど、なので防災ポーチに入れておくものは、ご自身のライフスタイルに合わせてオリジナルのものを作ることをお勧めします。ちなみに私がいつも持ち歩いているものをここでさらっとご紹介すると、携帯、あとイヤホンはワイヤレス私は使わないのでコードのやつですね。それから充電用のバッテリーとその充電用のコード、このバッテリーはソーラーパネルがついてるものも持ってます。こっちで買ったやつなんですけど、ただなんかね全然充電してくれないんですよね。なんか3日ぐらいかかるんですよだからちゃんと日本製のいいもの買えばよかったって思ってます。であとはホイッスル、あとすごく小さいマルチツール、貴重品一式、これは小さいお財布に、まとめてます。でお財布の中には必ず子供の写真を入れてます。あとは手のひらサイズの懐中電灯、メモ用紙、ボールペン、あとはマスク、これは大人用子供用両方ですね。それから携帯用のトイレ2つ、ティッシュ、アルコールのウェットティッシュ、ゴミ袋、あと大きめのハンカチ、手ぬぐいとかでもいいと思います。あとは、ペットボトルのお水で、距離によるんですけれど、小さいスナック菓子とか、あとプロテインバーを数本カバンに入れていってます。あとは折りたたみ傘ですね。以上です。あと冬場にはアルミのねエマージェンシーシートみたいなのと、あと北海道、これを追加してますね。でこの防災ポーチとは別に、ファーストエイドキットと、あと車に載せている防災キットっていうんですかね、これがまた私別であるんですね。おいおいご紹介できればと思います。その後、自宅の防犯、ほとんどの住宅は簡単に侵入できてしまうので、自宅の防犯を強化しましょう。空き巣などは侵入するのに時間がかかるとみなした場合、諦める可能性が高くなります。で最近ではね、なんかソーラータイプの防犯カメラみたいなのも販売してるんで、私日本に帰ったらそれちょっと買って取り付けたいなと思ってるんですけれど、で意外とねシンプルな方法っていうのが効果的で、家庭の負担もね少しで済むので、ぜひ実行してみてください。最後、その6、72時間分のサバイバル備蓄品を作る。アメリカではアメリカ連邦緊急事態管理庁やアメリカ国土安全保障省っていうところが、全ての国民が最低でも3日間サバイバルできるようなキットを常備してくださいっていうのを強く推奨しています。日本でも、国がね、最低でも3日分、可能であれば1週間分の備蓄をしておいてくださいというふうに言っています。でこのチャンネルを聞いてくださっている方は、1週間分どころかね、何年分用意すればいいのかっていう、そのあたりをね皆さん考えてらっしゃると思うんですけれど、備える時には優先順位っていうのがありますよっていう動画をね以前作って出しています。簡単にご説明すると、一番必要なものっていうのは酸素、次に体温維持、3つ目が水で、最後に食品っていう風になるので、この順番で、揃えていくと一番効率がいいと思います。ということでね、最後まとめに入っていきたいと思います。今の時代に備えることを強くお勧めします。少しね火付神事の話をさせていただくんですけれど、戦争は一度終わったように見えるが、その時が一番気をつけねばならん時だぞっていうふうに書かれている場所があるんですね。でなんとなくそれって今の中東情勢のことを示しているのかなとかね、ちょっと不安に思ったりします。
で、怖いこと、例えば災害とか戦争とかそういったものが起こるんじゃないかっていうふうに考えると、そのイメージがね具現化してしまって、実際に起こってしまうっていうような話もねあることを私は知ってます。知ってるんですけれど、もうね火付け神事の方に何回も何回も気付けようとか、覚悟しておれよとか、そのつもりでおれよとかいう言葉がものすごいたくさん出てくるんですね。でもこれはやっぱり準備しておきなさいよっていう意味なんじゃないかなと私は思うんです。その御霊磨きしながらね。で、これは私の性格がそうなので、何の準備もなしに大丈夫大丈夫とは私は全然思えない性格でして、なので、怖いニュースも怖い予言も怖いけどちゃんと知っておいた上で、さらにね対策だったり準備だったりをちゃんとしておいて、でこれで何があっても何もなくても大丈夫っていう風に思いたいなと思うので、私はこのまま突っ走りたいと思います。ということで、今日はこの辺りで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。